ハロー YouTube、どうもしまぶーです。動画の投稿が2ヶ月近く空いてしまったことお詫び申し上げます。さて今回はお役立ち情報として100円でできる光学機器の防弾対策を紹介します。早速施工したウェポンライトを見てみましょう。ウェポンライトのガラス表面を守るためにポリカーボネート板が入っています。次にホロサイト、こちらも対物側のレンズにポリカーボネート板を入れています。外してみます。このようなシンプルな形状のポリカーボネート板が入っています。こちらのマグニファイアにもはめ込む形でポリカーボネート板を入れています。こちらはショートスコープです。保護キャップを取るとスコープの先が分離するので、このようにポリカーボネート板を装着しています。こちらは筒状のドットサイトです。こちらは先ほどのショートスコープとは違い、保護キャップ側にポリカーボネート板を入れています。これらの取り付けの注意点として、割りたくない保護面とポリカーボネート板は離して装着する必要があります。重ねてしまうと衝撃が伝わりレンズが割れてしまいます。今から最近購入したグロック17につけたウェポンライトとドットサイトに合わせたポリカーボネート板を作ります。作業台を片付けて、はじめにドットサイトに合わせたポリカーボネート板を作ります。銃からドットサイトを取り外します。実はモス用のマウントをオリジナルで作ってみました。東京マルイのマイクロプロサイトと同じネジ幅でリューポルドデルタポイントプロと互換性があります。無理な肉抜きをせず耐久性を重視しています。重量はわずか 4g です。メルカリにて販売しています。詳しくは概要欄まで。さて本題に入ります。皆さんのお住まいの近くにもあるであろうダイソーでこんなものを買いました。そうです、保護メガネです。裏には材質ポリカーボネートと記載されています。ポリカーボネート板は量販店や通販などでは高額だったり送料やサイズも大きく使いにくいです。こちらの素材を使って安価で手軽に防弾仕様の銃を作っていきます。傷もなくとても綺麗なポリカーボネート板が使われています。周りの余分な部分を外します。できるだけ表面には触れません。刻印や取り付け用のくぼみのところは使えないので印をつけます。ポリカーボネートは衝撃には強いですが、固めのタオルなどで拭いてしまうと傷が入ってしまいます。なのでこのようにマスキングテープで両面を保護します。再度使えない部分に印をつけ、余分な部分をカットします。続いてドットサイトの型を取ります。簡単な形状のものなら押し付けて型を取りますが、構造的に無理があったのでマスキングテープを使用します。はみ出さないようにきれいに貼り付けます。次に油性ペンで外枠をなぞります。外枠に書いたマスキングテープをポリカーボネート板に貼り付けます。刻印を避け、できるだけ角に貼ると切り取る際に楽になります。切り取りにはプラスチックニッパーを使います。普通のニッパーとは違い、片面がフラットな形状になっています。なので切った断面がとても綺麗です。ニッパーを持ち替えながらまずは大雑把に切ります。この形状だと安全メガネ1つで3つは作れそうです。失敗しても100円なのでダメージは少ないです。ゴーグルが曇って見えないので脱ぎます。これで視界はオールクリア。どんどん進めます。油性ペンの外側を切るとドットサイト本体より大きくなるので内側まで切っていきます。次に断面を240番手のサンドペーパーで削ります。滑らかに整えたら両面テープでドットサイトに取り付けます。右にあるのがドットサイトに合わせて両面テープを切り出したものです。無水エタノールでドットサイト本体枠を脱脂します。両面テープを本体枠に貼り付けて
ポリカーボネート板のマスキングテープを片側だけ剥がします。本体にポリカーボネート板をつけ、前面のマスキングテープを剥がせば完成のはずでしたが、重大な問題が発生。どこからどう見てもかっこよくありません。原因は両面テープが灰色だったため、どうしても浮いて見えます。なので難儀して切り出した両面テープですが、剥がします。黒色の両面テープを探したらこれが見つかりました。厚さ 1mm と厚手ですが、これを使います。あまりに接着力が強く、うまく加工ができなかったので、細く切って四方を囲むように貼り付けました。再度ポリカーボネート板を取り付けて完成。両面テープを灰色から黒色に変えることでだいぶかっこよくなりました。最後にドットサイトを10本体に取り付けます。このドットサイトに合わせて作った特注品なので、違和感なくスマートに見えます。これがオリジナルパーツの醍醐味でもあります。続いてウェポンライト用にポリカーボネート板を作ります。まずウェポンライトを取り外します。ビニールテープを剥がします。形状によってはテープを巻かずに固定ができます。外側のキャップは熱収縮チューブで、中にポリカーボネート板を仕込んで固定しています。糊や剥がせる接着剤なんかで固定もできますが、ホルスターからの抜き差しでいつの間にか取れて、レンズが割れたら元も子もありません。なのでベタつきにくい絶縁用のビニールテープで固定します。ついていた古いポリカーボネート板は2年近く使いました。これを型取りに使うか、本体を押し当てて型を取ります。細い油性ペンで丁寧になぞります。外形もぴったりです。先ほどと同じようにニッパーを持ち替えながら切り出します。まずは大きく切り出すと作業しやすいです。ここから細かく切っていきます。収縮チューブを利用した取り付けの場合はこれで完成です。冒頭で紹介したショートスコープやマグニファイアのようにポリカーボネート板を本体にはめ込む場合は、このようにヤスリ掛けをして本体に合わせた形状にする必要があります。こちらが熱収縮チューブです。サイズは直径 30mm で、電気屋さんにもなかったので Amazon で購入しました。詳細は概要欄に記載しています。ポリカーボネート板を固定するために 4,5mm 内側に入れます。ライトのくぼんでいる根元近くまで覆うと固定できるかなと思い、今回は長めに切り出します。30mm の長さにカットしました。収縮チューブを広げてライトをかぶせます。その上にポリカーボネート板を入れます。次に収縮チューブの先をライターで炙ります。フィックスはめ殺しの場合は、ここでポリカーボネート板のマスキングテープを剥がします。内側になる面は指紋をつけないように注意します。ちなみにこの方法で筒状のもの、ショートスコープやガンカメラにも応用ができます。ライターで炙って収縮させます。収縮チューブはポリカーボネート板の面から 5mm くらい出して炙ります。このように平らな面に押し当てるとエッジが効きます。根元を強く炙ってフィックスにしたかったのですが、緩かったので絶縁テープでの固定に変更しようと思います。このままでは長いのでマスキングテープを巻いて短くカットします。そしてウェポンライトにかぶせたら絶縁テープを巻いて完成です。分厚く巻くとホルスターに干渉するので2周くらい巻きました。最後に銃に装着します。このように安価でスマートな防弾仕様のグロックが出来上がりました。
自分の手で時間をかけて作ることで愛情は2倍3倍にもなります。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。後にディティールアップのためにポリカーボネート板の側面を油性ペンで塗りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。